こんなレコードを見つけた。岡由子さんの島巻き踊り北の旅情。森田岬を背景に祈願が日本海にせり出している。レコードジャケットには島巻き踊りの振り付け。そこにあの祈願の名前を見つけた。あ、兜岩。昭和時代、兜岩は島巻村の名所だった。兜岩を観光しようと島巻村へ。あちらこちらでお湯が沸く。風でさ、水が落ちないでさ、上の方行ってるよ。こうやって。やっぱりいいね、やっぱね、白糸の岬のね、海上区間はね。白糸トンネルを越えて赤い印に到着。兜岩は現在の地図で表記はないが、だるま岩の手前らしい。密漁監視船遭難の日で手を合わせて国道の廃道区間へ。日本海って感じが、風もね、速い。これからのスピードが自分にかかっちゃうかもしれない。兜岩トンネルの横の何つ袋だったのかがあった場所ですね。ここはお骨ない赤岩付近。支柱がもう撤去されてなくなってる。ああ、すげえな。と、あれがトンネルの名前の由来になった兜岩なんだけど、ちょっと雰囲気が違うな。兜なのっていう感じ。魔境みたいな海岸ですね。荒くれの日本海と兜岩なんだが、昔となんかかなり形が違うんじゃないかって気が。レコードジャケットでは兜をかぶった武者の横顔でしたが、すげえ迫力だな、この色。ヒグマとかいたらかなわねえからな。密閉空間でヒグマに会うと参っちゃうって感じですね。ということで、まずこっち側の方行ってみたいと。すごすぎる。こんなところに道を作ってしまうと、人間の英知っていうか勇敢さっていうのはすごいものがありますね。これが兜岩なんだけども、多分兜の部分がもげちゃってるんじゃないかなって気がしますな。たった数十年で、こんな岩がですね、もろく崩れてしまうっていう、硬いんですけどね、すごくね。ちょっと感慨深いものですね。島巻方面から瀬田に向かった場合は、兜岩がね、あとちょっとで瀬田なんですよと、森田岬を経由していきますよと語ってたんだろうな。現道兜岩トンネルを抜けて
カリバートンネルとカブト岩トンネルの間にちょっと来まして、おお、最果て感。カブト岩トンネル県道の横の最道区間ですね。カブト岩の北の側ですね。そこが、そこら辺にだるま岩っていうのがあって、そしてそこがガスト島っていうらしいんですよね。剥がれ落ちてる。これがガスト島なんだが、まあなんか言われてみるとなんかちょこっと出てるかなって気がするんだけどね。ただこれをもってガストって名前を付けるほどの何かがあったのか、人工的に本当にガストがあったのか、ねえ、そういうところには思えないんだからな。もうちょっと行ってみますか。気をつけるかな。おお。うわー、くる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 。うわー。これはやばいっすね。どのぐらいにしといた方がいいかな。これがね、ガスト島ですね。で、カブト岩があって。ここまで来たらだるま岩をぜひ見たいと思う。このハートはすげえな。笛を取ってくれたらちょっと大変でしたね。ああ、これがだるま岩か。なるほど。かわいいですね。ピカチュウみたいな感じもしますけどね。これはすごいいい道あったんですね。これ以上進むのはちょっと今日やめといた方がいいですね。あそこのトンネルの崩落のポイントですね。だるまさん高温だみたいな。だるまさん崩れたみたいな。落ちた海岸のね、こんな荒くれの日本海に道を通すってのは、まあ、すげえなって感じですね。ということで、こういう旧道はなかなか風光明媚なところを、ダイナミックなところを走ってたんだなっていうのが今日の感想です。かつてレコードジャケットにも登場した島牧村の兜岩。今ではその兜が転げ落ちてしまっている。ガスト島も今はその面影は全く感じないが、昔は島の別の場所に見かけたこんな細長い岩のような雰囲気だったのかもしれない。だるま岩は体の部分が随分へっこんでしまっているようにも見える。兜岩の名は今は地図の上ではなくなっているが、島牧村国道229号兜岩トンネルを通る機会があったら、海岸にはこんな勇ましい姿の巨岩があったことを思い出してほしい。